はい、それでは抵抗負荷 SRPP3 欠5欠切り替え式 6L6 シングルアンプの製作第6回目スタートしたいと思います。今回は直結化の改造を行いたいと思います。と言いますのもですね、前回までに、抵抗負荷と SRPP を切り替えて聞き比べることができるアンプというのを制作してきました。具体的な回路図で言いますと、この部分ですね、3個のスイッチを使って、200kΩ抵抗負荷と SRPP が切り替えられるというようなアンプを作って聞き比べたんですけれども、その時にですね、例えばこれその SRPP の良さの一例なんですけれども、録音した音の波形の違いを調べていたところ、例えばこのドラムの低い大きな音がするバスドラムですね、ベースドラム、大太鼓ですけれども、そういった音を再生する際にですね、抵抗負荷に比べて SRPP の方が非常になんて言うんでしょうね、大きな音を出す時の追随性がいい、追従性がいいというようなことが分かりました。他にもですね、いろいろいいところあるんですけれども、例えば、スケール感が大きいですねとか、先ほど申しましたダイナミックレンジが大きいですね。大きい音を出そうとした時に、スーッと再生音がその大きい音についてくるというようなところが良かったというような印象が強かったわけなんですけれども、これなんでかなと考えていた時に、視聴者の皆様からですね、コメントをいただきまして、集団とのですね、接続部分に使っているところに、コンデンサーがあります。コンデンサーと抵抗がありまして、そこがハイパスフィルターを形成しているんですけれども、このハイパスフィルターのカットオフ周波数が変化するからではないですかというようなコメントをいただきました。回路図を見てみますと、この電圧増幅部、初段とですね、電力増幅部、集団の間に、コンデンサー結合してますから、コンデンサー、そして、抵抗で設置されていて、ここに確かに、ハイパスフィルターが形成されています。で、ここの初段のですね、電圧増幅部の、出力抵抗ですね、出力インピーダンスもおそらくこの、カットオフ周波数を決めるところに影響を及ぼしていると思われますので、そして SRPP は前の5極間を使ったサブウーファーの回でも、お話ししました通り、非常に出力インピーダンスが低いという特徴がありますから、そういう出力インピーダンスが低いという特性が、ここのカットオフ周波数を良くしている、改善しているんじゃないでしょうかというようなコメントだったと理解しました。そこで疑問が湧いてきたのが、今回前回までですね、コンデンサー結合で前段と集団、初段と集団つないでいましたけれども、そこを、コンデンサーを使わない直結回路にしても、それでもなおやはり SRPP の方が特性がいいのか、聞いた感じいい音がするのかというのをですね、どうしても自分の耳で聞いて確かめたくなってしまいましたので、今回、直結化の改造をしてみるということに至ったわけであります。はい、それではですね、この直結化をするにあたって2点ほどオリジナルの回路図を変更したところがございますので、そこらについてご説明します。まず変更点の1ですけれども、電力増幅部の 6L6 のですね、動作点を変えました。以前はですね、このティピカルオペレーションよりもさらにプレート電圧を高くしてですね、より無信号時のプレート電流が流れるようにしました。それはですね、5欠と3欠で流れる無信号時のプレート電流をなるべく近くしてやろうと。そうすることによって電源トランス直後の抵抗の値っていうのが同じ抵抗で、なんとか回路を作れないかという思惑があってそういうふうにしたんですけれども、今回はですね、直結化をしていきますので、電力増幅部のプレート電圧っていうのは、かなり高い電圧になることが想定されます。で、電源トランスが出せるいっぱいいっぱいの電圧を超えてしまってはいけませんので、今回はですね、ティピカルオペレーションにある通りのプレート電圧ですね、250V というところに、プレート電圧を抑えて、設計をし直しました。それからもう一つですね、
電圧増幅部の SRPP ですけれども、それのプレート電圧も変えました。以前はですね、250V をプレート電圧にかけておりまして、そのためですね、ここ本来は上側の真空管になってるんですけども、下側の真空管のプレート電圧は 125V だったんですけれども、ここがあまり高いとですね、直結化した後の集団電力増幅部のグリッドの電圧も高くなって、それにつられて、集団のプレート電圧も高くなって、また先ほどと同じように、電源トランスで、作り出せる電圧を超えてしまう可能性があるということで、SRPP の部分もですね、動作点を少し下げ目、プレート電圧を 200V にして、下側の真空管のプレートの電圧を 100V と、以前に比べて 25V ほど下げるというような改造を行いまして、トータルこのような回路図で、直轄化の改造を行いました。先ほども言いました通り、このプレート電圧 250V で、この加速度のところが 120V ですから、勢いプレートの部分は 370V ということになります。370V を出すためには、おそらく電源トランスの直後で380から 390V ぐらい、出ていなければならないということなので、一番気になるポイントは、今回使っている電源トランスでちゃんとこの高い電圧 380V、90V といったものが出るかどうかというのが一番気がかりなポイントになってきます。はい、直結化の改造が完了しました。この部分にありますのはですね、電力増幅部の加速度抵抗ですね。直結化にしますと、この加速度用の抵抗非常に熱を持ちますので、かなり大型のセメント抵抗を使っているということになります。はい、それではですね、引き続き主張の方を進めていきたいと思います。はい、視聴に移る前にですね、各部分の電圧を測りましたので、その結果をまとめておきたいと思います。赤い色で書いたものが SRPP の回路にした時の電圧、青い文字が抵抗負荷にした時の電圧なんですけれども、一番懸念していました、今回の電源トランスで所網の電圧が出るかなというのは、だいたいギリギリだったと思うんですけれども、出ることが確認できまして、100オームのドロップ抵抗を介して、この部分で 390V ぐらい出るということになりましたので、それ以外がだいたい所網の電圧に収めることができました。ただ一点やってみて思ったんですけれども、コンデンサー結合に比べましてこの直結という回路はですね、初段前段のですね電圧と後段の電圧が非常にダイレクトに影響をし合いますと。ここにコンデンサーがあればですね、直流電圧的には、初段と後段というのは切り離して考えることができるんですけれども、直結の場合そうはいきませんと。初段の影響が後段に、後段の影響が初段にももろに、こう影響を及ぼし合うということになるんですね。でその結果ですね、抵抗負荷にした場合と SRPP にした場合、切り替えたときにですね、かなり電圧がぶれてしまいましたと。なかなかこの、前段初段を切り替えてですね、全体がビシッとこう同じ電圧になるように、作っていくのは難しいんだなというようなところを実感しました。やはり長年安定して使っていくアンプを作る際には当たり前ですけれども、こういう切り替えのような回路というのは、なるべく避けた方がよくって、全体が所網の電圧でピタッと安定してですね、動作するというような状態に持っていくことが望ましいんだなということを改めて知ることができました。はい、それでは引き続いて視聴の方に移っていきたいと思います。今回もですね、クラシックはカラヤンさんが指揮をしたベルリンフィルの演奏、そしてジャズはですねスタジオ録音として、キャノンボール・アダレイといいますかマイルス・デイビスが演奏しているカレハ、そして、ワルツ・フォー・デビーですね、ビル・エヴァンストリオのワルツ・フォー・デビー、それからポップス系で、クイーンのボヘミアン・ラブソディ、この4曲を聴いてみました。はい、で今回感じたことがですね、意外というかですね、
SRPP の方がなんというかこう全体的に上ずって感じたんですね。再生周波数のレンジがこう上に平行移動したような感じで、少し下がスカスカ感があって、なんか全体的にこう重みがない軽い感じの、低域が寂しい感じの再生音に、全体的になってしまったような気がします。一つ一つ見ていきますと、クラシックカラヤン式のベルリンフィルですけれども、これはですね、直結化したおかげなんじゃないかなと推測するんですけれども、かなり情報量が増えた、私がクラシックに聞き慣れてきたというのもあるのかもしれませんけれども、情報量が増えてきて、いろんな楽器がいるんだな、あるんだな、こんなメロディーをいろんなところで弾いてるんだなというのが聞こえるようになってきました。で、抵抗負荷の方はですね、全体的に、再生の周波数帯域がバランス取れていまして、初めてこう、なんて言うんでしょうね、楽しいな、今まではずっと寂しいなと思ってたんですけれども、なかなか楽しいじゃないですかというようなことで、楽しむことができました。一方ですね、SRPP の回路にしますと、やはりこの最初に述べたことの影響なんでしょうか、低音の伸びが悪く、その影響もあってか、高い音がキンキン響いて、聞こえる。それから、ダカダカダカダンってやるこうティンパニーとかのですね、量感がだいぶ寂しいなというふうに感じてしまいましたね。それからマイルス・デイビスの枯葉ですけれども、これ抵抗負荷の方は、なんか特筆するところも特にないんですけども、別に悪いところもない、かもなく不可もなく普通に聞けたかなというふうに思いますけれども、 SRPP の方はちょっとですね、ウッドベースの音が寂しかったり、キャノンボールアダレーのテナーサックスが、なんかですね、そんなことはないんですけども、キャノンボールアダレーもちょっと痩せてですね、テナーサックスの管も細くなったような、なんかそんな感じに感じてしまうというようになりましたですね。で、ワルツ・フォー・デビですね、ビリーバー・ストリオ、これが一番抵抗負荷と SRPP の差を感じない音源になりました。抵抗負荷の方も普通に聞いていて楽しめましたと。SRPP の方はですね、結構このベースの音がですね、ライブを録音してるんですけれども、ピチカートした時に弦がフレットに当たる、指板に当たるノイズっていうのがですね、バチンバチンという音が聞こえるんですけれども、これと本当に弦が振動した音っていうのが、本当はこう、なんて言うんでしょうね、こう混然一体となって聞こえてほしいんですけれども、弦が振動している低い音と、弦が指板に当たるバチンという音がなんかこう違う楽器から出てるようなですね、分離してるような感じがして、なんか変な感じだなと、違和感があるなというふうに、感じましたが、それ以外特に気になることもなく、一番差を感じずに、普通に聞くことができました。もうこのウッドベースのピチカートノイズの話もですね、強いてあげるならという感じかなというふうに思います。そして、ポップスクイーンのボヘミアン・ラブソディですけれども、こちらはですね、抵抗負荷の方は、逆にこう、なんて言うんでしょうね、低音、ベースの音がこう、出過ぎてる感じすらしてしまうぐらいこう、バンバンブンブンとこう来てましてですね、逆にこう SRPP の方が全体的にバランスが取れてて好きっていう人もひょっとしたらいるんじゃないかなというふうに感じました。はい、ということでですね、今回視聴を行ってきましたけれども、私の主観的な評価をここで一回まとめてみたいと思います。前回までですね、コンデンサー結合でやってきましたが、コンデンサー結合している時っていうのは、もう SRPP の方がもう間違いなくいいな、圧倒的にいいなというふうに思えたんですけれども、今回直結改造してみますと、聞くコンテンツによって、抵抗負荷がいい場合もあるし、 SRPP がいい場合もあるということで、一概に片方がいいですね、片方が悪いですねというふうには言えないんだなというところが分かりました。これはもう実験してみてよかったなと、やはり試してみないと分からないこといっぱいあるんだなというふうに思った次第なんですね。で、感覚的には先ほども言いましたけれども、SRPP の方が再生帯域が少し上の方に平行移動した感じで、コンテンツによっては若干低域が寂しくなってしまうというような傾向があるのかなというふうに感じました。それからですね、次に書いているところは、私の仮説というか試験というか、もうどこの本にも書いてあるわけじゃなくて、何かこれが正しいというわけでもなくて、まさに思いつきかもしれませんし、間違いかもしれないんですけれども、ちょっとこちらご覧いただきたいんですけれども、一番上がですね、
クラシックの波形です。ベルリンフィルの演奏の波形です。こちらがマイルス・デイビス枯葉の波形、そしてこれがワルツ・フォ・デビーの波形、そしてこれがボヘミアン・ラブソディなんですけれども、ボヘミアン・ラブソディは間違いなくですね、スタジオでもう綿密にみっちり撮られて、それからいろいろな調整もなされているはずです。その結果ですね、ダイナミックレンジをフルに活用してですね、大きい音までびっちり入って、撮られているというところがですね、ここら辺とかですね、ご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。それから、枯葉もですね、すいません、ワルツ・フォ・デビーも、なかなかいい録音がなされていまして、若干ここら辺小さいところあるんですけども、これは致し方ありません。ベースソロのところなので、音量が小さいんですけれども、3人がアンサンブルをしているところっていうのは、しっかりダイナミックスレンジを有効に大きいところまでいっぱいいっぱい使ってですね、録音が取られています。一方ですね、枯葉ですとか、このクラシックベルリンフィルの演奏ですけれども、枯葉ですね、ここに若干音の大きいところがありますけれども、これは爆音のですね、キャノンボールアダレのテナーサックスのソロですけれども、それ以外のところ、たとえマイルス・デイビスのソロのところであってもですね、全然まだ余裕があってですね、ヘッドルームがまだ6デシベルぐらい余した状態で、録音されていますと。この後調整した形跡がないわけですよね。もうクラシックなんかは当たり前で調整しないんだと思うんですけれども、こちらも一番盛り上がっている最後の最後のところでも、まだ6デシベルほどヘッドルームに余裕を残した状態で録音されたまま、そのままリリースされているということになっています。ということで、取りっぱなしに近い音源ですね、クラシックですとか先ほどの枯葉のようなものの場合は、ちょっと SRPP だとひょっとしたら寂しい音になっちゃうのかな。一方ですね、ダイナミックレンジをしっかり調整した、ダイナミクスを調整してレンジをいっぱいいっぱい使った音源いうの場合は、この SRPP と抵抗負荷、これの差が分かりにくくなってくるどころかですね、ひょっとしたら、SRPP の方がバランスよくて聞きやすくなってくるというようなこともあるのかななんていうふうに思った次第ですが、これはあくまでも私の思いつきでございまして、ちょっと正しいかどうかは定かでございませんのでご注意いただければと思います。そうなんですけれども、何にせよですね、今回実験してよかったなと思ったのは、やはり自分の聴く好みの音楽ですとか、よく聴く音楽に、よってですね、いい回路、合う回路、合わない回路、いい音がする回路、いい音があまりそうじゃない回路というのがあるんだなと、これをやっとけばもう間違いありませんね、鉄板ですねみたいなものはひょっとしたらないのかなというところに気がつくことができたのが、大きな発見だったんじゃないかなと思います。もともと当たり前ですけども、自作オーディオというのはいろいろああでもないこうでもないというふうに試す、その試行錯誤自体が楽しくてやっているというところは多分にあるわけなんですけれども、聴く音楽に合わせてですね、その合っている回路、それから真空管、そういったものを探していくというのも、これ非常に、試行錯誤がたくさんもう、まさに無限に試せる可能性があるわけで、やってもやってもキリがないのかもしれないんですけれども、またそこが楽しいということで、これからもですね、どんどんいろいろな勉強をしていろいろな回路を作って、自分の好みに合うオーディオアンプ、オーディオ機器、そういったものを見つけていきたいなというふうに、気持ちを新たにした次第であります。はい、今回このシリーズですね、抵抗負荷 SRPP、そして3欠、5欠が切り替えられるアンプを制作しまして、それを切り替えていろいろな視聴を行ってきました。大変長いシリーズになりましたけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。